どうも、ワンピースの弟、仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年24号、ワンピース最新話1083話、あの日の真実を考察します。この1083話は、およそこれまで語られてきたマリージョアでの出来事が語られているだけですが、考えることはたくさんあります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は、多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。先週この1083話の話数の語呂合わせはこのように考えました。こちらです。生還したサボがその旅路で見たものとは何か。隠さずに話しちゃいなよ。それは人の闇。次回1083話の話数の語呂合わせ予想は人の闇です。聖地マリージョアの奴隷や人の闇。さらに反転話数の381話がNES ロビーの襲撃であることから1083話はマリージョア襲撃天竜人関連だと予想しました。そんな1083話の類似話数は83話と183話です。83話の語呂合わせはもちろん闇。83話のタイトルもルフィ・イン・ブラック。タコの魚人ハッちゃんの墨で闇に染まるルフィ。183話の扉にもハッちゃんが登場。一方1083話は真っ黒なススの実の革命軍カラスが大活躍。ススとは炭素の微粒子燃えかすです。燃えかすのスス、カラスのススの実。スを8回言いました。そんなススは炭の原料になりますから、炭を吐くハッちゃんとつながる。このつながりはゴイゴイスーを差し上げます。また83話では海牛モームが敗北。一方1083話では翼牛荒牧が苦戦中。次に183話ではビビと絶壁を登るカルー。一方1083話では絶壁にあるマリージョアの戦い、そしてビビも登場しています。さらに183話ではもぐもぐの実モグラ人間ミスメリークリスマス。一方1083話は土の中に潜っていたおしおしの実の革命軍モーリー。次に1083話の反転話数も考えましょう。1083話をひっくり返すと381話首。世界政府が管理する地方の島 NES ロビーでの戦い。そこでパウリーはルッチたちは首だという。一方1083話では3つの首が登場。天竜人が革命軍に打ち首に処せと叫ぶ。さらに奴隷に対してお前は首だえという。さらにサボは1083話で熊の首輪の鍵を探し中。3つの首。また381話で NES ロビーに乗り込んだルフィたちは1083話ではマリージョアに乗り込んだサボたちとつながります。 NES ロビーではルフィが政府の旗を燃やし、マリージョアではサボが天竜人の象徴を燃やす。義兄弟による世界政府への宣戦布告つながりです。さらに1083話には NES ロビーで登場したジャブラ、カリファ、ブルーノ、フクロウ、クマドリ、元 CP9 たちが CP0 として登場。CP9 とは闇の正義です。これが1083話の話数の語呂合わせ1つ目、人の闇でしょう。この人の闇は1083話全体にかかっています。そして381話ではススを吐くゾロとサンジ。1083話ではススの実のカラスが登場。真っ黒なスス人間カラスもある意味人の闇です。以上が1083話の話数の理論一つなぎです。そんな1083話の扉絵にはドフラミンゴが登場しています。これが1083話の話数の語呂合わせ2つ目、天夜叉からの天夜叉でしょう。ドフラミンゴは天夜叉とも呼ばれていました。さらに悪のカリスマとも呼ばれていましたが、これは一つ前の1082話で T ボーンを刺した男が悪のカリスマと呼ばれていましたから、前回からの天竜人つながりでしょう。さらにこのドフラミンゴは意外な形で革命軍ともつながります。元天竜人のドフラミンゴは天上金の輸送船を襲って世界政府を脅し桜花七部会に加盟したといいます。この話が語られたのは727話待ち伏せるヒーロー。一方1083話にはヒーローとなった炎帝サボが登場。革命軍はマリージョアへ運ぶ運搬船を襲っています。そんなドフラミンゴとサボには鳥かごつながりがありました。ドフラミンゴの技は鳥かご。一方サボはそんな世界が鳥かごのようだと言っていました。そしてさらに元天竜人ドフラミンゴは元天竜人ネフェルタリケともつながっています。1083話では元天竜人ネフェルタリケのコブラ王が五老星との面会に挑みます。
ドフラミンゴとサボとコブラ王は天竜人を恐れない男つながり。それでは本編の考察を始めましょう。1083話のスタートはカマバッカ王国。サボは3つの任務を全てやりきったという。1、天竜人の象徴を破壊して宣戦布告をする。2、クマさんの奪還とできうる限りの奴隷の解放。3、天竜人たちの食料庫の破壊。この食料庫の破壊はイワン国曰く兵糧攻めだという。兵糧攻めとは敵の食料補給、物資を断って弱体化させる戦術です。世界各地から運ばれる天竜人の豪華な食料。その食料庫をメラメラの実で爆破しました。これが1083話の話数の語呂合わせ3つ目。火の晩餐。火の晩餐でしょう。この食料や貧困をめぐる戦いはワノ国編と同じです。それは半年前このように考えました。こちらです。最終章はこのように過去の話と繋がっていきそうです。つまりこのままいけば最終回付近は似たような話と繋がるアラバスタ編と前半の海の最後ゴア王国編、後半の海の最後ワノ国編、この3つの掛け合わせが最終回付近です。例えば革命軍ドラゴン VS 天竜人、ワノ国編で見たカイドウとモモノスケの竜 VS 竜の総竜図が再び構成されていくとわかります。ワノ国編が竜 VS 竜の総竜図、そことリンクして竜 VS 竜が最終章。反逆竜と呼ばれる革命軍ドラゴンと世界を貧困に陥れ美味しいものを食べている天竜人を倒す戦い。それが革命軍の狙いであり、ルフィが夢見る世界でもある。こちらの動画ではルフィの夢の果てとは腹いっぱい飯が食える食べ放題のバイキング、自由な海賊の国を作ることだろうと考えました。そんな革命軍の息がかかった国は12カ国あり、そのうち8カ国が革命に成功し、うちルルシア王国は歴史から消された。革命が成功した7カ国は天上金の支払いを拒否。天上金とは天竜人へ貢ぐ重い税金であり、前回1082話では天竜人を守る海軍 T ボーンが貧困を理由に殺されていました。T ボーンは罪なき市民を守る男でしたが、ワンピースの世界において罪なき市民とは天上金を払っている市民のことです。天上金を支払わないと殺されるとモーダは言う。天上金を支払わないと人権はなく差別されると緑牛荒牧も言っていました。さらに革命についても考えましょう。革命は大富豪または大貧民と呼ばれる日本のトランプゲームのルール、革命のイメージがあると考えました。こちらです。とにかくドラゴンの顔にはダイヤのタトゥーが3つ描かれているので、イメージはダイヤの3となるわけです。なぜ革命軍ドラゴンがダイヤの3なのか。それはおそらく大富豪もしくは大貧民というトランプゲームをモチーフとしたキャラクターだからでしょう。大富豪というゲームでは通常弱い順から3から10、ジャック、クイーン、キング、エース、2、ジョーカーとなっていますが、革命というルールが適用されると最弱のカードだった3が逆転し、強さが弱い順から2、エース、キング、クイーン、ジャック、10から3、ジョーカーとなり、3のカードが最強クラスになります。これは天竜人を倒し世界をひっくり返したいと願う革命家ドラゴンのイメージにぴったりです。ドラゴンが登場したドラゴンの故郷でもあるゴア王国はまさに大富豪で、プレイヤーに与えられる富豪、平民、貧民という3つの階級通り、ゴア王国の町は高町の富豪サボ、風車村の平民ルフィ、スラム街グレイターミナルの貧民エースといったように3兄弟も階級が分けられていました。1083話で語られている天竜人は大富豪、革命軍または奴隷は大貧民でしょうか。この革命を起こすには4枚以上の同じカードが場に出ると革命が起きます。この4枚のカードとは何でしょうか。ルフィ、黒ひげ、シャンクス、バギーの4人の4効か、それとも4つのロードポーネグリフでしょうか。どちらであっても革命の日は近そうです。そしてドラゴンはいよいよ神の騎士団が動き出すと言います。神の騎士団が出てきてからが本当の戦いだと。神の騎士団のシルエットは9人。リーダー格の中央の男はシャンクスに似ている。フィルムレッドでシャンクスはゴッドバレーで拾われたフィガーランド家という天竜人の血筋だと匂わされていましたが、神の騎士団のリーダーがもしもシャンクスの双子もしくはシャンクスの血縁者である可能性があるのか。それならばこの1083話の類似話数183話にマネマネの実のミスター2ボンちゃんが登場していることにもつながるのか。シャンクスそっくりの血縁者が登場する可能性。
もしもそうであれば、ルフィと戦うラスボスは、イム様でも、五老星でも、黒ひげでもなく、シャンクスに似ている男。それはある意味で、ルフィ VS 赤髪。ルフィはシャンクスに似ている男と最後に戦うのか。その男の名前は、フィガーランド・ローラン星。もしくは、オルランド星。ローランとは、フランスの騎士物語、シャルルマーニュ伝説で、王を守るパラディン、聖騎士です。そしてイム様とは仏、仏国、フランスを表す。ならば、神の騎士団のモチーフは、十二勇士がモチーフでしょうか。この十二勇士は、数々の不思議な武器を持っていましたから、神の騎士団たちは、最上大技者12項を持っているのか。最上大技者12項イコール、十二勇士のイメージ。現在判明している最上大技者12項は、ミホークの黒刀、夜、白ひげが持っていたなぎなた、村雲霧、ロジャーの愛とエース、そして所有者がわからない初代鬼鉄の4本です。もしも神の騎士団のリーダー格がシャンクスの血縁者で赤髪だったなら、その男はもしかするとロジャーの愛とエースをなぜか持っている。つまりルフィが最後に戦う相手はある意味でシャンクスとエース。おお、俺たちを超えるのか。このパターンはラスボスにふさわしいかもしれません。そんな妄想考察も可能でしょう。この可能性があるなら、3年前に話題になっていたシャンクス双子説が再び浮上してくるのか。脱線しましたが、本編の考察に戻りましょう。酒を飲みながら放つドラゴンユアン国サボ。このシーンは兄弟杯のようですが、話はマリージョアで起きたコブラ王暗殺事件の話に、新聞には車椅子の横で倒れているコブラ王。それはまるでサボが殺害したかのように見えますが、それはおそらく違うでしょう。サボがあの日の真実を語ります。マリージョア、神々の血を襲う革命軍。ここではこれでもかというほど醜い天竜人たちの人の闇が描かれています。天竜人とは自称神であり、我々と同じ人間です。おつるさん曰く、お金は人を変えてしまう。一方その天竜人の人の闇と戦うのは、真っ黒なススススの実、革命軍カラス。カラスは自らの体からカラススという黒いカラスをボンと飛ばして人々を助けています。これが1080様の話数の語呂合わせ4つ目。飛ばすでしょう。しかし天竜人の護衛兵はそんなカラスに対して銃で撃ちまくりますが、カラスの実体は黒いスス、おそらくロギア系でしょうか。黒いススは再び実体化して攻撃します。オベリッス、尖ったススで串刺しにします。これが1080様の話数の語呂合わせ5つ目。手羽先でしょう。手羽先とは鳥の羽の先端です。そしてカラスの技オベリスのモチーフはオベリスクでしょう。オベリスクとは古代エジプト太陽神ラーの象徴。それは先端が尖った石の柱で、ギリシャ人はオベリスク櫛と呼びました。太陽神ラーと革命軍については1年半前このように考えました。こちらです。フリーメイソンが掲げている言葉は友愛。そして五老星がいる聖地マリージョアの部屋には博愛と書かれています。さらにフリーメイソンのシンボルは神の全能の目、プロビデンスの目です。ここから僕は1年半前にイム様は真の海岸を果たした三つ目族ではないかとも考えました。このプロビデンスの目のルーツをご存知でしょうか。プロビデンスの目のルーツ、それはウアジャトの目。ウアジャトとはエジプトで月を表すコブラの女神です。そしてウアジャトの目は左目と言われ、もう一つの右目はラーの目です。太陽神ラーです。革命軍が掲げている旗に書かれた RA、ラーとはレボリューショナリーアーミー、つまり革命軍の略だと思われますが、もう一つ太陽神ラーの意味もあるかもしれません。革命軍 RA イコール太陽神ラー。それは太陽の神であり、解放の戦士たち。この1083話では人の闇と戦う革命軍たちが解放の戦士として描かれています。となると、やはり敵対するイム様は以前考えたように元月の神なのか。さらに真っ黒なカラスには現代では闇のイメージがありますが、日本と中国でカラスは太陽の象徴です。そんなカラスは藤虎にカラスレンコンを放つ。一方藤虎は隕石を落とそうとしますが、緑牛がこれをやめさせます。これが1083話の話数の語呂合わせ5つ目。飛ばさん。隕石を飛ばさんでしょう。そんなモリモリの実の緑牛はモーリーと対戦中。モリモリ VS モリモリ。モリモリ荒巻。
モーリーの森がモリモリの緑牛の手に刺さる。これが1080様の話数の語呂合わせ6つ目。手は先。手は先でしょう。そんな天竜人を守る緑牛荒牧に天竜人は、緑牛貴様、誰か怪我したら死刑だえ。なんというハンデ戦。全力では戦えない緑牛はイライラしています。緑牛はもしかしてストレス発散のためにワノ国に一人で来たのでしょうか。しかしワノ国でもおそらく天竜人の血筋であるシャンクスにめっちゃ怒られていました。一方サボはパンゲア城へ侵入、熊の首輪の鍵を探しているようです。熊はロズワード星とシャルロス星とともに白星姫をまだ諦めきれずペットにしようと探している。そして先週予想したようにボニーとビビが登場。コブラ王はいよいよ五老星と面会。コブラ王は何やら覚悟を決めており、ペルとチャカにビビの護衛を頼みます。いつまでたってもおてんばで心配だと。これが1080様の話数の語呂合わせ7つ目。0を前につけておてんばさん。おてんばさんでしょう。こちらは先週予想した通りでした。コブラ王が五老星に聞きたいこととは、もちろんアラバスタのオーネグリフのことです。さらにその昔ネフェルタリ家の王は世界に何をしたのか、それも聞きたいと言います。ネフェルタリ家とは元天竜人であり世界の創造主です。その問いをコブラ王は五老星に突きつける。そんなコブラ王は五老星と面会した後、車椅子から倒れて、その横にはサボがいました。つまりサボも五老星と話した。さらにサボは存在しないはずの世界の王イム様も見た。サボはイム様の顔も見たのか。この謎は次号で明かされるのか。目が離せません。続いては次号1084話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1084話の類似話数は84話と184話です。84話の語呂合わせは半死。タイトルはゾンビ。タコの巨人ハッチャン VS ゾロの戦い。半死のゾロが俺の命は死神でも取れないと言います。次に184話はモグラズが4番街。悪魔の実を食べた物質拳銃ラッスーが登場。ベガパンクの話です。これらとつながるなら久しぶりにエッグヘッドの話か。そんな1084話の話数の語呂合わせ予想は飛ばし、手始め、さらに手ばしこい。手ばしこいとは素早い、動作が機敏という意味です。1084話の予想はかなり難しいです。そこで今回はこれだけではつまらないので、もっと未来の予想をしておきましょう。それは1096話です。1096話の話数の語呂合わせ予想はドクロですから、1096話は激アツ回だと予想されます。1096話の反転話数も691話ですから、691は死の国の王。1096はドクロ死の国の王で何かが起きる。今から楽しみです。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見やご達してほしいなとかあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。